皆様こんにちは、ガモルです。今回はついに公開された映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキル系の魔女最速上映で見てきましたので、今回はネタバレなしのレビューをしていきたいと思います。5年ぶりとなるシリーズ第2部、待ちに待った方も多いのではないでしょうか。そんな本作の出来はどうなのか。まず最初に結論からお伝えします。この映画館で見る価値が間違いなくあります。特に IMAX や音響環境のいい劇場で見ると、その進化を存分に味わえると感じました。そして本作は往年のガンダムファンであれば楽しめるというのはもちろんなんですが、むしろガンダムってロボットアニメでしょって思っている人ほど驚くと思いました。なぜならこの映画はガンダムの常識を変えたと言っても過言ではない作品だからです。今回のレビューではネタバレは一切なしで、この映画の何がそんなにすごいのか、そしてどんな人におすすめできるのか、逆にどんな点が賛否分かれそうなのかっていうところまで正直にお話ししていきます。劇場に足を運ぶかどうかの判断材料になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。1、なぜガンダムの常識を変えたと言えるのか。ガンダムの常識を変えたなんて大げさじゃないのって思われるかもしれません。しかし実際に劇場で見ると、この表現がしっくりくると思います。これまでのガンダム作品、特に映画だとモビルスーツの戦闘シーンは基本的に外から眺めるという視点で描かれてきました。カメラが引いた位置からモビルスーツ同士がビームを打ち合ったり剣で切り合ったりする、それはそれで迫力があっていいんですけど、どこか観客席から見ているという感覚がありました。ところが本作のキル系の魔女ではその常識が覆されています。一人称視点、つまりコックピットの中からの視点がかなり多く使われていると思いました。パイロットがモニター越しに敵を捉え、操縦桿を握りミサイルが迫ってくる、その緊張感をまるで自分が操縦しているかのように体験できる。個人的には映画トップガンマーヴェリックを連想しました。あの映画では実際に戦闘機に乗っているかのような没入感が話題になっていましたね。本作もまさにあの感覚に近いものがあります。むしろ村瀬監督これ絶対トップガン大好きでしょって思いましたね。ただし本作の相手は戦闘機ではなくて、高さ20メートルを超える巨大な人型兵器です。そのスケール感と一人称視点の組み合わせ、これが従来のガンダム映画ではなかなか少なかった新しい体験を生み出していると思います。第1章でもモビルスーツが迫り来る恐怖というのが上手に描かれていましたが、今作はそれ以上に自分自身がモビルスーツに登場しているような没入感を味わえると思います。モビルスーツはヒーローではなく兵器。もう一つ本作で強く感じたのは、モビルスーツがかっこいいヒーローというだけではなくて、巨大で強く危険な兵器として描かれていると感じたところです。多くのガンダム作品では主人公機が颯爽と登場して敵を倒すというある種のヒーロー的な見せ方っていうのが多くあります。もちろん本作でも主人公機のクシーは活躍するんですけど、それ以上に強調されているのがモビルスーツという存在そのものの恐ろしさだと思いました。人間から見たらとてつもなく巨大で一瞬で命を奪える存在、その圧倒的な質量感、威圧感、そして人間がいかに無力かという描写が冒頭から徹底されています。これはガンダムという作品が本来持っていた戦争の悲惨さというテーマを映像表現として極限まで突き詰めた結果なのかなと感じましたね。セリフに頼らない人物描写、そしてもう一つ本作が常識を変えたと感じた大きな理由があります。それはセリフに頼らず表情や仕草で感情を語る人物描写です。アニメ作品だとキャラクターの感情は基本的にセリフで説明されることって多いと思うんですけど、本作ではそういった直接的な感情表現のセリフが驚くほど少ないと感じました。特に私は原作小説を読んでいるので、人物の心はセリフとその説明文から読み解くっていうこと多かったんですけど、本作でセリフの代わりに描かれているのはキャラクターの目線の動きや細かく変化する表情、首筋とか手首の細かな動き、沈黙の間、そういった言葉にならない表現で登場人物たちの複雑な感情が描かれていました。これはフランス映画とかで多い手法なのかもしれませんが、アニメ作品でここまで徹底しているのは珍しいと思います。登場人物たちの心の動きを映像から感じ取るアニメという感じさせ方が素晴らしいと思いました。2、暗闇での映像表現。
マフティーはテロリストなので、正規軍ではない彼らが移動したり作戦を実行したりというのは当然人目につきにくい明け方や夜中。そのため第一章と同様、暗がりでの戦闘シーンが多くなっていました。ただ暗いからといって情報量が少ないわけではなく、むしろ暗闇の中で輝くビームの眩しさとか爆発の閃光とか、そういった戦闘の緊張感が際立つように作られていると感じました。特に映画館の暗い環境で見ると、逆にこの暗さが際立っていてとても良いと思いました。家のテレビで明るいリビングで見ると確かに見にくいと思うかもしれませんが、映画館だと非常に没入できるので、これも本作が映画館で見てほしいと感じた理由の一つです。それともう一つ映像面で触れておきたいのが CG と手書き作画の使い分けです。本作のモビルスーツは CG で描かれていますが、ネット上では CG が PS1 並みにしょぼいという意見も見かけます。確かに最新の PS5 のゲームなどに比べると CG そのものの繊細さでは劣ると思います。ただ実際に映画で見るとそこは気にならないという人が多いんじゃないかなと思いました。なぜならば戦闘シーンは超高速で展開されるので、細部を気にしている暇がないからです。むしろそのスピード感と動きの滑らかさが優先されていて、戦闘の迫力は十分に伝わってきます。またモビルスーツが静止するシーンとかアップになるシーンでは手書きの作画も効果的に使われています。なので違和感なく映像に入り込めるようになっていると感じました。3、音響と BGM。 この映画は音に最大にこだわった映画だと思いました。特に IMAX で見るとその違いは歴然だと思います。戦闘シーンではミサイルが高速で迫り来る恐怖、鳴り響く爆発音、これらがまさに自分がその場にいるかのように360度から聞こえてきます。特にコックピットの一人称視点が多いこともあって、パイロットが聞いている音を同じように体感できる。この音響効果が没入感を何倍にも高めてくれていると感じました。 BGM は前作第1部ではメッサーの登場シーンで沢野博之さんのトレイサーが流れ高揚感を演出していましたが、本作では緊張感や重さを感じさせる曲が多く登場しました。マフティー軍は物資も人員も不足しているという圧倒的に不利な状況で命を懸けて戦っている。その苦しい戦いの空気感を BGM が見事に表現していると思います。4、ハサウェイとギギの心の揺れ動き。本作では2人の心の動きが表情の微妙な変化や視線の動き、沈黙の間、何気ない仕草、そういった点で表現されているので、これらを通じて観客はこのキャラクターは今何を感じているのだろうと想像することになります。個人的には富野氏の原作によくある観客に読み取ることを要求するっていうかなり挑戦的な演出になっていて、能動的に感じ取ろうとすると非常に深い体験ができる作りになっていると思いました。第1章ではハサウェイとギギの2人のバックボーンはあまり描かれていませんでしたが、今作ではそれが浮き彫りになり、2人がそれぞれ何を抱えていて何に悩みどう変化していくのか、これが本作の見どころの一つだと思います。5、見る前に知っておきたいこと。さてここまで本作の魅力をお伝えしてきましたが、ここからは正直な注意点についてもお話しします。それは世界観についていけるかどうかという点です。本作は幼少の頃のハサウェイが登場した逆襲のシャアの後の世界の出来事なので、事前に逆襲のシャアを見ておかないと理解できないシーンがあると思います。それと本作は原作の先行のハサウェイが上中下巻の3部構成で、その中間に当たります。なので映画第1章を見ておかないと話が理解しにくいという点があります。そのため逆襲のシャアと先行のハサウェイ第1章は事前に見ておいた方がいいと思います。なので完全にガンダム初見で見ると話の全体像を把握するのは難しいかもしれません。ただ本作には話を理解することよりも感情を追うという楽しみ方ができるようになっているので、主人公のハサウェイが何に苦しんでいるのか、ヒロインのギギが何を求めているのか、そういった人の心の動きを感じ取ることができれば初見でも十分に楽しめると思います。細かい設定や背景は後から調べれば保管できますからね。ということで簡単にではありますが、先行のハサウェイキル系の魔女のネタバレなしレビューでした。まとめると、モビルスーツの戦闘シーンは映像演出だけではなく BGM や効果音も合わせて没入感が素晴らしい。なので映画館でこそ、特に IMAX だと大迫力が味わえる。そして
主要人物の感情がセリフだけではなく表情や仕草からも伝わってくる作り込み。一方で逆襲のシャアとハサウェイ第一章を見ておかないと状況についていくのが難しいので、ガンダムについて詳しく知らない方はその2つを事前に見ておくのがおすすめです。映画館で見ることに非常に価値がある作品だと思うので、特に戦闘シーンが好きな人はぜひ劇場に足を運んでみてください。さて、今回はネタバレなしでレビューをお届けしました。次回はネタバレありで映画の内容を深掘りしたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。